よこの熱波ラジオ12分でサウナラー。皆さんサウってますか？今日もサウナ室から12分ワンセットでお届けしたいと思います。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いしますはい。いやまたあっという間に1週間、あっという間に1週間。本当、そうですねもうだからあれですよ、年を重ねてる証拠ですよ。あっという間っていうのは、いや、そうです。あっという間になんかこの熱波ラジオの日だってなりますもん。まあそうですね。年を重ねてる証拠ですね。やだ、本当、おばさん扱いしてくるいや違う、もうしょうがないです。これはもう本当にね、年々1年が1日があっという間になってきますから、それはもうしょうがない。本当にはい、2月です。どうですか？世間はバレンタインデーがそうだ、どうのこうの言ってますけど、もうすぐバレンタインですね。バレンタインね。バレンタインなんかもう一個やなことがあって、何僕別に割と日常的にチョコ買わないわけでもないですよ。そう別に頻繁にとか家に常にあるとかじゃないですけど、たまに買うんですよ。でもなんかこっちはもう何も考えずに2月14日コンビニ行く飲み物とかなんか買って、チョコ買おうかなって思った時に買いづらいんですよ2月14日に自分でチョコを買う、買いづらい。それはどう思われるかってことですよね。だってチョコを十二分にもらってる人だったら2月14日に買わないって思われるじゃないですか。はい。普通にチョコを食べたくて買おうと思ってるのに買えない感じ、あれ腹立つわと思ってたまたまね、バレンタインが。そうですだからいっぱいもらえばいいんですよね、本来は。いっぱいもらうことなんてあるんすか、今のご時世。確かに大人になってあんまないですよね。こちらもあんまりこう渡す機会が減ったというか、ないですね。義理チョコ的なものだったり。いや、ないんじゃないですか。僕はその仕事してて、じゃあ例えばその日に会議やったら、制作会社の会議室にボンってご自由にお取りくださいって書いてあるチョコが差し入れ置いてあるぐらい。はい、それぐらいです。みんなもう一気にどうぞみたいな。そうです。でもどうですか、もらったらやっぱ嬉しいですか？まあ僕は個人的にチョコは割と好きなんで、甘党ですもんね。なんかやっぱりこう、ちょっと好意あるのかなとかも思います？いや、そういうのはもう久しくない思ってないですね。なくないですか、大人になってから。本当にご自由にお取りください以外でもちょっとやったことあるの？寂しい大量にやるやつね。あとはもうだって付き合ってたりしてるからあげるみたいな。確かに奥さんからとか。そうですよね。そういうなんかこうパートナーがいるいないでも変わってくると思いますけど、なんかそんな予期せぬみたいなのはないですよ。そうですよね。いや本当はね、みんなにチョコをあげたいんですけど、いや、みんなにチョコもあげなくていいと思いますよいや、だからみんなが義理チョコみたいのあげるからがないわけじゃないですか。でもなんかそのなんかこうカルチャーって結構なくなってきましたね。なくなってきましたね、本当に。私とかは、私すごいチョコレートが好きで、多分どっかで言ったこともあると思うんですけど、結構ファンの方とか知ってくれてて、だからイベントがあったりすると毎回チョコの差し入れをくれたり、このチョコ美味しいよとか、逆にいつもチョコをもらってるんですよ。だから部屋に大量にチョコがあるんです。で、食べきれないぐらいあったりとかで、私もこのそれバレンタインになったら誰かあげちゃいます。いや、使い回しひどいな。いや、ちゃんと私食べてます。あのピーにはこれでいいかってここちょっといいやつだからこれにしようみたいな。いやちゃんと食べてますけど、私もう自分で2月とかになると、このショコラティエが来てるから、伊勢丹にこのチョコ買いに行こうとかすっごい毎年やるんですよ。誰にあげるっていうことでもなく、自分で食べることの方が多いから、割となんか学生とかの方がこう、なんて言うんだろうな、ロマンチックなバレンタインを過ごしてるかも。だと思いますね。まだ学生の方がそういうちょっと色恋の混じった、でもそれこそ今園さん言ったみたいに、女の人はバレンタインだろうがなんだろうがチョコ買えるやつ、なんなら買いやすいじゃないですか。そうですね。誰かにあげるのかなと思って、男買いづらい。14日に買いづらい。14日に僕ガルボミニが好きなんですよ。ガルボミニのピンポイント。ストロベリーが好きなんですよ。でも美味しい。2月14日にガルボミニのちっちゃいパック買う屈辱感。寂しいね。
もうストックしといてそうなんですよね。なんかそうですね、みんなでもこう素敵なバレンタインデーを送ってほしいですね。その甘酸っぱいやつはあったんですか、学生時代とかは。でもやっぱり、好きな子がいて、小学校の時とか好きな子がいて、私に家まで私に行って、田舎なんで家まで結構私に行って、お母さんに付き添ってもらって、そうでなんかお母さんも私娘が好きな子がいるっていうのも分かってるから一生懸命協力してくれたりとか、今思うとお母さんってすごいなって思うし、で向こうもホワイトデーになるとピンポンってお母さんって来て、好きな男の子もちょっとそうさん、ホワイトデー結果をちょっと聞きたいです。ちょっとその上げた結果を知りたいですね。すっ飛ばしてますけど。いやいや、そんなのだって小学生の時の話とかですから。ないですか結果。だから上げた結果ないですか。ありがとうで終わりですか。ありがとうでも返してくれてありがとう、好きみたいな、もう好きみたいなのもあるんですか。両思いだねみたいな。それでおしまいなんですか。とかでもやっぱり私以外にも何人もその子もらってるからモテてたから。なるほど。結局なんかそう焼き餅を焼いたりとか、やっぱそういうことはあるけど、あんま大人になって本当になくないですか。チョコだけじゃなくて餅までありました。トラック用意してじゃないとごめんないみたいなジャニーズみたいなことありました。私じゃないです。ないですか。なんかそういうね、モテてる人はやっぱりね、そういうことあったりしますもんね。ちょっとすいません、大やけどしてしまいましたね。どうしたんですか。大丈夫です。配信を見てもらったら気づくと思うんで。私？いや僕が大やけどをね負ってしまってね。じゃあもうまさに焼いた部分で、焼いた部分があるということで、もう不毛なトークいっちゃいますか。はい、サウナトーク。はい、行きましょう。いきなりね、もう燃えたことがなかったかのように。今日はじゃあからいきたいと思います。ロッカーナンバー56、クロックムッシュさん。今の会社や仕事は大好きなんですが、上司が大嫌いです。私はどうしたらいいと思いますか。うわー、きつい。仕事と会社は好き、会社仕事は好き、大好き。いや、これね、きついですよね。ありますね。たまにありますね。ありますね。あるし、いますよね。この番組好きだし、この内容も面白いんだけど、ちょっとプロデューサーと気合わない。リアルだな。いや、あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。でもなんかこれってこの害がある上司なのか、なんかもうただ嫌いなのか。いや、もう大嫌いだから害あるでしょ。すごい攻撃されてたら。攻撃、まあでももうあれなんじゃないですか。立ち振る舞いとかがもう一切気に食わないんじゃないですか。もう生理的にね、無理ってなるともう結構きついから、これどうですか。そのなんかこれ人が、いやでも会社仕事は好き。いや、これが、替えのある仕事なのか、例えばわかんないですけど、メーカーがいいって言って、メーカーは他にもある。だからそこに変えようと思えば変えれる。仕事内容も似てるかもしれないっていうのがあるのか、いやもうここしかその仕事やってないっていうのもありますからね。専門職的な。それにもよるし、ただ今の会社仕事は大好きなんですけど、上司が大嫌い。いや、なんかこれでね、この大嫌いな上司がこうなんかこんなこと言ったらあれですけど、ちょっと近くにいたり、なんかこう、もうちらつくだけで嫌だと思うんですよ。大嫌いって書いてるんで。でも僕の予想ですけど、この人が上司が大嫌いっていうことは、この上司は俺他の人にもある程度嫌われてる気がするんですよ。なんとなくですよ。大体そうですよ。大体そうですよね。私だけがこの上司大嫌いってことは多分ないと思うんですよね。だからそこら辺の徒党を組んでやっぱ退陣させるのが一番いいですよね。いやいや、みんなで。いや、でももう本当にもうなんだろう、無視じゃないけど関わんないか。でも会社だとそれが難しいじゃないですか。いや、上司だから無理じゃないですか。いや、僕はこれ自分が辞めるかこいつを辞めさせるかのどっちかしかない気しますけどね。その二択ね。仲良くなるも無理だし、この人がいる中で上司。でもそうやってその二択でまあなんかこう環境を変えないと難しいですよね。多分いなくなった瞬間、すっごい開放感というか、なんか仕事もうまくいきますよね、さらに。いや、だからさっき言ったあれじゃないですけど、多分この上司のことを嫌いな人たちを集めて退陣に追い込むのが一番いいかなと思うんですよね。やったな、それ。やってないです。
やってないですけど、でも自分の経験から言ってもそうですよね。いやあの人つって、いや俺も苦手、あの人のやり方とかやっぱある、なんかみんなに好かれてるけどみたいなあれはありますけどね。上には好かれてるけど下から嫌われてるとか、そういうこっちからは慕われてこっちからは嫌われてみたいなのありますけど、大体なんかやっぱやり方がおかしかったりとか、その態度がおかしかったりするからこの人も多分不満があるんだろうし。確かに。だからもうこうほらなんかね、世の中的にこの人が上司だったらいいなランキングみたいなのがあって、理想の上司ランキングね、所ジョージさんとか入ってますけど、なんかそういうなんか上司で恵まれる恵まれないみたいなのもありますよね。本当。園さんはちなみにチームとかにいたらどうするんですか？そういうなんか苦手だなっていう人もいたら。私の場合はもうそこから離れるかもしれない。自分から離れる。なんか自分から行動するって結構大変なんだけど、この一人の大嫌いな人のせいでとかあるけど、もうそれが一番早いじゃないですか。まあそうですね。もう手っ取り早く。で確かに自分から離れて今の会社仕事大好きだけど、もしかしたらもっと好きな会社仕事に巡り合う可能性もゼロじゃないですからね。このなんか大好きさ、このパッションを生かして他でやれるかもしれないですね。こういう人がいると本当にもうこうちっちゃいストレスが毎日溜まってもう大変ですよ。なので新しいこう行動をとってみるといいかもしれないですね。そうですね。まあ、自分が動くこの上司がね、なんか自分から気づいたら消えてたみたいなことはないでしょうからね。確かに、結構鈍感だったりしますからね、こういう方は。なるほど。いや、いろいろありますね。いや、なんかいい環境で働けることを祈ってます。ではそれでは水風呂でも行きますか。皆さん今週もお聞きいただきありがとうございます。それではさようなら。